味しいものがありゃどこまでも飯旅 Season 6今回の飯旅は九州久留米界隈。それでは早速 Let's get it started 1. Tokyo and 昭和46年創業の食堂うどんそば屋さん。昔ながらのうどんそば両方やってる系のお店がカツ丼が一番人気になっちゃったパターン。そうなの。お客さんの8割が注文するという人気のカツ丼をいただきに。おいちゃんは初めて聞くきつね丼ってやつを注文。はい、カツ丼。一口食べて目を合わせ見つめ合う飯旅ーズ。濃ゆい。言うてもしょっぺんじゃなくてしっかり味っていうの。万人の胃袋をわしづかむ味。こりゃ皆さん好きになるわね。なるだろうね。カツが一口サイズで食べやすいしね。ね。衣にも甘辛いタレがしみしみ。しかも吉牛つゆだくっぱりに汁だくでご飯がとっても進むくん。人生初のきつね丼は想像通りお揚げさんを卵で閉じたやつ。これまたしみしみの揚げで噛むと順々わーっとつゆが口いっぱいに染み出しましてね。美味しい。なんか癖になるわこれ。むしろカツ丼より気に入った。九州はお醤油が甘いからかな。濃ゆくてもしょっぺーとはならないからいいね。いいね。 2. Iruaru筑後エリアにあります人気ブーランジェリー。なかなか複雑な分かりづらい場所にありますが、こういうの好き。ショーケースに並ぶパンたちはどれも美味しそうだ。特にこれ人生で一番ザックザクで軽いメロンパン。すごいねこれ。サクッとふわのコンビネーション。こんなのなかなかネーション。バケットサンドもかなり本格ハード系の好きなタイプ。大葉がほんのり香るジェノバソースと塩気控えめの生ハム。味バランスが絶妙でしたね。すべてのパンが表面カリッと中ふわっとエアリーで秀逸なパンたち。また見つけちゃいましたね。美味しいパン屋さん。嬉しい。3. Ramen Hachi プラプラしてて飛び込みで入ったバーのマスターに教えてもらったラーメン屋さん。太宰府の名店はっちゃんラーメンで修行し2005年久留米にオープンしたんだそう。師匠の味を忠実に守り続けるという豚骨ラーメン専門店だそうな。すっごい人気でびっくり。開店前に来たらすでに 4,50 人並んでたのであえなく断念。夜なら少し空いてんじゃないってことで夕方の開店時間に来てみるもオープン10分前には20人ほどの並び。すこぶる人気のようで期待が高まりマックス。はい。スープを一口飲みますと背脂たっぷり濃厚だけれどもうまし。結構博多っぽいかな。太さも豚骨独特のあの匂いも全くないので食べやすい。よかった。ねえ、若干九州ラーメンのあの匂い恐怖症シンドロームにかかり気味なのでね。Syndromeね、よかった。バーのマスターおすすめの焼き飯はラーメンと真逆のあっさり系。こりゃ美味しいラーメンと焼き飯だね。生まれて初めて替え玉するか迷ったグリーンであります。これは九州3本指の大好きラーメン For me でございます。 For me すごい。マスターありがとうございました。 4. Matabay アーケードにあるガヤガヤ何やら人気のお店。店員もお客さんもいっぱいで活気があっていいっすね。久留米一番の餃子ってレビュー書いてたパイセンがいらっしゃったんでね。そりゃいただかにはなりませんもんね。ってことで来てみたら BGM がパープルターン by 八神純子にテンションが若干上がります。なんか屋台っぽい雰囲気でいいねこのお店。絶対毎回来ちゃうだろうな系。間違いです。はい、餃子ってこれ野菜だけの餃子？多分肉は1ミリも入ってない系？ねえヘルシーだけどこれがうまいんだよね。ちょっとすぐ破けちゃうんだけど焼き目がパリッとサクッとしててさ、なんぼでも持ってこい系。これなら20個楽勝。焼き鳥も食べたかったな。変わった名前の品切れチーンだったやつ。ダルムね。あ、それそれ。久留米名物的な豚の腸の焼き鳥だったかな。豚の腸の焼き鳥？豚なのに焼き鳥？ね。 5. ニューヨーク Unosaka Kurume Honsen かなり年季は入っていますがなんだか落ち着く温泉ですね。男湯のお湯がぬるかったと受付で文句言ってたおじちゃんがいたけど、おいちゃんにはちょうどいい塩梅さ。ねえ、ぬるめのぬるぬるのお湯がいいわ。硫黄の香りがほのかにして気持ちいい。言おうと思ってたんだけど、硫黄は無臭なんです。はい
硫化なんちゃらでしょ。硫化水素っす。こちらの温泉は pH9.7 という強いアルカリ性で肌の角質を落とす効果が高く、入浴後はスベスベになるんだそうです。へえ、スベスベになれちゃうし、サウナも広々30分おきのオートロウリュでかなりいい汗かけちゃうし、最高ね。露天に整いチェアもあるし、広くはないけど開放感があって整い十分でした。ツルッツルになるけど指輪が変色してた。はいはい、河合温泉以来の変色、硫黄泉ってことだね。硫黄泉にシルバーアクセサリーをつけたまま入ると硫化水素と銀が反応し真っ黒に硫化するのだそう。アクセサリー類は外し忘れないように注意せにやだね。ほい。 6. Today's Katsu Curry. Takagi Shokudo. こちらもカツ丼が人気ということでやってまいりました。久留米カツ丼盛んだね。盛んなのかな。お客さんのほとんどがカツ丼を食べらっしゃる。カツカレーも人気みたいね。だ。はい、カツ丼。強め甘めの味付けも働く父さんたちの昼飯にはおあつらえ。はみ出し気味のボリュームにしょっぱすぎない甘め濃いめの味付けがハマり要素なのかしら。甘いだしとふっくら卵でとろっとろの昭和風カツ丼が懐かしくてホッとする感じ。味噌汁の具たっぷり加減は天下一品だね。ね、すごい具。カツカレー美味しいよ。シャバトロッとたっぷりルーが嬉しいね。このカツカレーカツ抜きだと驚きのなんと500円だ。それあり？あり。今時カレー500円ってお役所食堂ならまだしもありがたいんじゃないの。ありがてえっす。カツのコンディションがね、ちょっとスプーンでスパッと切れる感じではなかったけれど、たまたまかもよ。これスプーンでスパッと系のカツだったらかなり好きなやつ。お店に着いた時に駐車場の場所聞きに行ったらお母さんが説明してくれたんだけど、めっちゃ早口なのとやや方言がきつくほぼ聞き取れず、裏って唯一聞き取れたキーワードをヒントに野生の勘でたどり着けました。お母さんありがとう。7. Sushi Ichiban. 久留米で人気という回転寿司へ。驚きましたね。はま寿司より安いかもってね。ネタはちょっと薄めだけどマグロ上等。本マグロがこの値段ってのは最安値クラスじゃない？イカはやりかな。何イカかは分からなかったけれどコリコリしてていいかったね。こんなイカ100円台じゃなかなか食べられませんよね。イカコリッとしてて美味しかった。イクラが半分オーバーってのはちょっとどうなのって感じだけど、でも2貫で352円ってのは手出しやすいね。しかも手握りっしょ。手握りしてた。もう最近の回転寿司高くなっちゃってさ、気軽に行けなくなっちゃったよね。けどここは安くて超気軽に来れちゃう。近所にあったらしょっちゅう来ちゃう系決定じゃない？来ちゃうだろうね。 8. Yakiniku no Higashida. 骨付きカルビが美味しいという噂を聞きやってきました東田さん。骨付きカルビですからね、そりゃうまいでしょと思いきやめちゃくちゃ美味しくてすっかりハマっちゃいましたね。甘辛の自家製ダレがしっかり染みた炭焼きで香ばしく焼かれていて、とにかく美味しい手づかみでワイルドに野生に帰った気分でがっつりいっちゃいました。ソウルに有名なドラム缶立ち食い骨付きカルビ屋さんがあるんだけど、そこに負けず劣らずの美味しさでしたね。こりゃエブリタイム久留米に来るたびっす。はい。 9. Kichiya Udon. そしてこれね。はい、おいちゃんが一番好きなうどん屋さんでございます。かけうどん史上最強、そして驚きの340円。これショーじゃないからね、レギュラーで340円で、このうまさ泣けてくる。このおつゆがねすごい美味しいんですわね。美味しい。昆布がすごいよね。昆布がすごいんだよ。四国九州でかなりのうどん食べてますけども、今のところおいちゃんダントツに好きなおつゆ。このつゆはフォーエバー飲んでられる。これがまた食べたくて久留米に来たと言っても過言ではありません。そして嬉しかった。前回食べた時にギョギョギョって思ってね、すんげえうまいぞとずっと言ってたもんね。北海道帰ってもしつこいぐらい、またおつゆが飲みたい、おつゆが飲みたいって。でもまだ1回しか食べてなかったからさ、1回目の時は不安なんだよね。2回目食べた時にあれこんなんだっけってのもあるあるでさ、たまたますごいいいコンディションだっただけってパターンもあるからね。
あるね。だから3回くらい食べてみないと確信は持てないのよね。そうなんだ。だから今回嬉しかった。あ、やっぱすげえうめえと思ってね。自分の味覚の一貫性の再確認もできたし、ここのおつゆがめっちゃうまいってのも再確認できました。確かに美味しいわ。毎回私はざるだからおつゆは分からなかったもんな。本当にこのおつゆはうまいっす。でしょ。これでまた来年久留米に来るのが楽しみになるんだよ。ねえ、ラーメンも美味しかったからマスターにお礼言いにも行きたいしね。ああ、そうだね。皆さんも美味しいお探しにお出かけになってみてはいかがでしょうか。飯旅に。Jikano Mesh Tabiwa. Zet Taimata Tabathai. Saga Kaiwai Des. O Tano Shimi ni. See you soon. 飯旅ではいろんな地域の動画を公開しています。飯旅地名で YouTube 検索して気になる地域の動画を動画ご覧ください。よろしくしなく。昭和46年創業の昭和6年大葉がほんのり香るジェノバソースと塩っ気控えめサウナも広々30分おきのオート料理でレトリー自分の味覚の一貫性のこのお湯つゆがね、お湯つ本当にこのお湯つゆはお湯つゆ自分もやっちまう。